皆さん、こんにちは。小松です。今回は、宇宙戦艦ヤマトより、ナスカ級航空母艦をすぐみで仕上げてみたいと思います。ただ、すぐみ、動画だと、小松が、虚無って何も喋らなくなる時間が多いので、虚無ったら、ようつ部屋ニコ動からコメントを拾って会話ネタをもらう雑談すぐみをやってみたいと思います。そして、雑談は、久しぶり、ずんちゃんとやっていきますよ。どうもどうも。早速ですが、ナスカ級、箱を開けて組んでいきたいと思いますよ。パーツがいっぱいあって、なかなかのボリューム。早速、台座から先に組み立てていきます。パーツをニッパーで切り出し、棒やすりで湯口処理、スポンジやすりでパーティングライン処理をしていきます。ひたすら、手でやすりかけをしても良いですが、ペンサンダーは削りやすいのでおすすめです。これで台座は完成。このキット、途中で台座に差し込んでおくと作業がしやすいので先に組み立てました。では本体製作を進めていきます。ナスカ級はざっくり見た時にエンジンなどを積んでいる船体部と飛行甲板や環境がある甲板部に分かれていて、最後にドッキングさせて完成という構造になっています。まずは甲板部から組んでいくことにします。このナスカ級、ヤマト2で白色水星帝国第1機動艦隊所属のナスカ艦隊機関だった艦艇が元になってます。ヘタレ提督ナスカのおかげで、やたらと影が薄かった気がするんだが。瞬殺され、手ですらに媚び打って助けてもらおうとして、最後どこ行ったかわかんないとか言わせるな恥ずかしい。デモニー199でデザインが一新され、ガトランティスの艦艇、かなり小松好みのものが多いです。個人的には、ゴーランドが一番好きなんですけどね。1000分の1で出してもらえないっすかね。やっぱ大型ミサイルだよな。撃った後いらん子だけど。やめたげて、多分、レースコンバット的に、1000回に100発くらい積んでるから。そういえば、最近すぐに、リクエストをちょいちょいいただいていましてね。手持ちで制作途中だったナスカ級を急遽組んでみたわけなんですが、三段空母や次元戦交換の制作のリクエストも、コメントやツイッターでいただきましたんでね。ある程度需要があれば、今後もこんな感じですぐに雑談やっていきたいと思いますよ。むしろ、普段の変態動画と変態動画に需要があると思っているのか。少なくとも前者はあるやろ。そっちの動画は、小松がゆっくりボイスを使うよりもリスク高いんだよな。小松は悪くないよね。未だに収益化が止まっていない不思議。動画では、甲板部の組み立てが完了、環境組み立て中です。これもサクッと作って、甲板に取り付けますよ。引き続き、船体部を組み立てていきます。そうそう、スター・ウォーズのタイシリーズすぐみはあげないの？ってコメントもらってるで。動画編集に時間かかってましてね。動画編集というか、我々の喋る内容というか。めたいよ。だって、ほとんど組み方一緒なんで、1機目できたら以降説明することがほとんどないんですよね。ソーラーパネル曲がってるか、尖ってるか、六角形かの違いしかないもんで。お前は、とりあえずルーカスに謝れ、はは。お前は、もうネズミ帝国に蹂躙されてしまえ。そういえばすぐみはバンダイキットばっかりだよね。組んで墨入れ、艶消しだけで飾れる完成品ができるってのはすごい話やで。接着剤がいらないバンダイの製品は、やっぱ頭おかしい。褒め言葉ってコメントも来てたよ。それな。で、小松は、バンダイの回し物か何かなの？残念ながら、バンダイと縁があるとすれば、小松の出身が静岡くらいなもんです。小松、ヘルエスタミンなのかよ。やめろ、あそこの第1、第2、第3工場に狙われると勝てる気がしねえ。ちなみに、俺の出身地、ゆるキャンで聖地になったんだぜ。えへへへ。おもろカレーって美味しいの？すぐバラすじゃん。残念ながらおもろカレー、食べたことないです。ゆるキャンで初めて知った。本当にヘルエスタミンかよ。爽やかは大好物よ。また、実家に顔出すついでにおもろカレー食べてみたいんですけどね。こんなご時世ではなかなか帰れない。しゃあないな。もうちょっとかかりそうな雰囲気だし。早く昔のように展示会で交流がしたいものです。ネット展示会にはない
作品を梱包して会場に搬入。自分の作品を並べていく。ちょっとドキドキした感じ。展示会か。何もかも懐かしい。起きた館長。勝手に殺さんでもろて。新作を展示会に出すまでは終われん。船体部が完成したので、台座とドッキング。さらに組み立てた甲板部ともドッキングします。組み立て完了。なかなかボリュームがあってかっこいいですね。デカールを貼り付けます。甲板の進入方向マークとアトランティスのマーク。4枚しかないのですぐ終わりそうです。そのままでは貼り付けづらいので1パーツごとにカットします。デカール軟化剤、いろいろと種類があるのでいつも迷うんですが、今回はお試しでタミヤのデカール軟化剤を使ってみることにします。あらかじめデカール軟化剤を塗って、上からデカールを台紙ごと持ってきてスライドするようにデカールを本体に乗せます。甲板背面も同様に軟化剤を塗ってデカールを貼り付けます。タミヤの軟化剤、悪くはないんですが、やっぱり小松はクレオスのマークセッターが一番いいかな。モールドへの追従が一番良い気がします。墨入れを行っていきます。すぐに貝でよく使い海水筆にタミヤの墨入れブラックを入れたものを使っていきます。もはや墨入れなのかウォッシングなのかわからないほど出ちゃってますが、どちらも兼ねてということで。いつも余分な墨の除去には綿棒を使っていたのですが、材料の消費が半端ないのでこんなものを買ってみました。メラミンスポンジが巻いてあるスティックです。ここにエナメルシンナーを浸して墨を除去すると、広い面を効率的に除去することができます。ちなみにメラミンスポンジではなく脱脂綿などでも問題ありませんが、メラミンスポンジは目の細かいスポンジヤスリのようなもので、表面に細かい傷をつけることができます。これを利用して乾燥したエナメル墨を拭ってやると、メラミンの研磨効果も相まって余分なエナメルを効率的に除去することができます。細かいところはよく売っているブロックタイプのメラミンスポンジをカッターでカット。16個のメラミンスポンジの棒にカットしていきます。これを塗装用のクリップに挟み、くるくると巻いて固定すれば小さめなメラミンスティックの出来上がり。面倒な場合は棒を折ってクリップに挟むだけでも問題ないです。これを用いて細かいところの墨を除去していきます。先ほどもちょっと言いましたが、すぐ見雑談、需要があればこれからもちょいとやっていこうと思います。ただお気づきの方もおられると思いますが、小松は文才のある人間ではなく、結構雑談するのが苦手だったりします。文才云々より日本語に難があるくらいだもんな。純度 100% の大和民族なんですけどね。ヤマトの字カタカナになってるね。ということで雑談ネタを Twitter、DM やコメントで大募集します。小松がピックアップして紹介しますからね。自信作の投稿や展示会告知などもありですよ。ただし商品の宣伝は不可で、よろしく頼むで。確実に紹介されるということはないのでね。応募数にもよりますが、多ければ独断と偏見で選びます。他のところでやってる模型コンテストなんかもできればいいんやけどな。レーザー加工機あるからトロフィー作って受賞者に送りつけよう。それはいらんの違うかな。最後にカブトガニを配置、艶消し塗装を行って完成です。
最後に完成写真をご覧ください。やっぱガトランティスといえばオルガンですよね。本当は白色水星帝国のテーマを流したいところですが、著作権的に無理なので、ガトランティスっぽいフリーな曲を聴きながらお楽しみください。